おはようございます。音楽プロデューサー、そして音楽グローバルマーケッターのウェルカムマンです。さあ、ということでやってまいりました。このビデオポッドキャストはですね、私音楽プロデューサーウェルカムマンがお届けしていく最新のビジネスニュースとなっております。よいしょ。はい、こっち側ですね。はい、ご無沙汰しております。今日もね、音楽ビジネスニュースをお届けしていきたいんですが、12月今日は8日かな。はい、もうすぐ2025年終わりますが、非常に政治的なところでいくと高市総理の発言がですね、日々緊張感を生みつつも、ポジティブに言うとこのエンターテインメントをもっと日本のカルチャーを世界に出していくみたいなところの力強い言葉があって、すごくポジティブに動いてるなと思います。あとは僕のセカンドのポッドキャストでもお伝えしてますが、ミュージックアワードジャパンがですね LA で開かれて非常に大盛況だったり、とにかく、音楽業界でいうと To the World みたいなところで非常に界隈が盛り上がっていると。ただ僕らのローカルなインディーズ界隈ではその恩恵を受けることがまだまだないので、その業界のトップの方たちが仕掛けてるところと、僕らのインディーズローカルのところでの紐付けっていうのはまだまだ時間かかるなと思いつつも、いずれそういうムーブメントが来るまで、しっかり蓄えておかないといけないなというふうに思ってる今日この頃でございます。さあ、ということでですね、今日のニュースをお届けしていきましょう。今日はですね、こちら、いつもありがとうございます。ミュージックマン .net さんの内容のところから、ミュージシャンの9割弱が AI 活用 LANDR、 これランダーっていうんでしたっけ、はい、の調査で、出てきた内容でございます。音楽クリエイターの 87% が、ワークフローのどこかの段階で AI を活用していると、AI を活用した独立系アーティストの台頭につながっているという話でございますね。はい、AI 音楽生成プラットフォームランダーが公表した報告書からこうした実態が明らかとなりました。調査は9月30日から10月6日にかけて同社のグローバルコミュニティに属する16歳以上の音楽制作者1241人を対象に実施。対象者の 79% が AI を技術的にタスクに活用しており、 66% はクリエイティブタスク、 52% はプロモーションに利用していると答えております。 29% は楽曲生成ツールに利用し、特にボーカル 16% や楽器パートの楽曲要素の作成に活用しており、特に初心者はすでに楽曲生成ツールを利用している可能性が高く 51%、 いわゆるプロの 25% を上回りました。試したことがない人でも 65% がこうしたツール、特に個々の楽曲要素の作成に活用する可能性があると回答しております。 AI の最大の利点はスキルギャップを埋めることっていうのが 38% だと評価する一方で、画期的あるいは魂のないコンテンツが生み出される可能性の 46% や倫理的問題 43% に対する懸念が示されましたと。はい、僕のニュース記事ではもういつもね、ビジネス関連でいうと AI の話をですね特に多くやってきてるんですけど、今日もねAI 関連の内容をお届けしていきたいと思います。ちょっとミュージシャンの9割弱 AI 活用っていうところで言うと、大きい数字に見えてるようなイメージですけどね。はい、ただリサーチしていくと内容はちょっと細かく違うんですが、とにかく作ることと、あとは広げること、プロモーションすることで 87% の人たちが、AI 使うよということですね。はい、でまず一つ論点として僕の答えというか、この内容の考察で出てくる、キャッチアップしておきたいなと思う部分が、どこで AI を使ってるかもわからない段階に入ったんですよね。例えば昔のレコーディングアナログの機材っていうのはもう本当にハードウェアでどんどん録音していくものが、いつの間にかソフトウェアに移行していって、ソフトウェアの中でもオリジナルソフトウェアじゃなくて昔の名機をシミュレートしたやつがこの10年20年非常にスタンダードになってきて、もはやアナログの機械とデジタルのソフトウェアのクオリティの差がなくなってきたみたいなのを埋めていってたんですよ。でそこに AI みたいな活用を入れていくから、
提案してきてくれたりとか、その大元になるエミュレートシミュレートされてるものがさらにこう形を進化させて、いろんなソフトウェアにでボタン1個2個ですぐそのあなたの思い通りのサウンドになりますみたいな仕組みにねなってき始めてるんですよ。でこれはいわゆるいいこと悪いことがあるんですけど、まず分かっておきたいのは、もうどこで僕たちはよいしょ、ちょっとお待ちください。はい、もうどこで僕たちはその AI を使っているのかっていうのが分かりにくくなっているっていうのが現状ですね。よく言うオゾーンみたいな、アイゾトープのオゾーンマスタリングソフトウェア、これも LANDR も AI を活用したマスタリングソフトだと思うんですが、そういったねAI を活用してっていう風に豪語しているソフトウェアもあれば、リアルなサウンドタッチを実現みたいなことを言っているソフトもあるんですけど、それも実はバックエンドである程度こうディープラーニングさせたデータをちゃんと活用してたりするから、反 AI みたいなねことも起きてるんですよね。はい、なので AI を使っていること自体の議論がいいとか悪いとかではないんだと思うんですよ、僕自身は。でそれよりも何をキャッチアップしておきたいかっていうか、何をここでなんか一つの結論としておきたいかっていうと、 AI はフル活用してくださいと。ただクリエイティビティを預けないでくださいと。自分の頭にある脳みそにある絵とかミュージックビデオのストーリーとか、何かこういうことを伝えたいメッセージとかっていうのはもうデータ抜き取れないんで、ここにあるものなんで、ここの脳みその中にある作りたい音楽表現みたいなことをいかにスマートにアウトプットするためには、肉体的なギターとかピアノの練習するよりも AI を活用してアウトプットした方が早いよね、しかも自分が思っているものが素直にストレートに出たよねっていうために活用すれば、非常にナイスな相棒、要はインストゥルメンタルみたいなイメージで捉えればいいわけなんですよね。それをそういうクリエイティビティが発揮できると、非常に AI との相性はいいと思います。はい。で、これから初心者の方がどんどん AI に違和感なく AI で使いながら音楽を作っていきつつ、スーパースターが出てくるし、素晴らしい楽曲が出てくるのはもう目に見えてる、もう分かっていることなので、はい、そこはなんか待ち構えているっていうよりかはもう積極的に使うことを、理解していく、体になじませていくっていうのが今のクリエイティビティに非常に重要なことであるというふうに感じます。でいつもあるこの逆ですね。こっちが進化するとこっちにいわゆるブランディング価値が、ブランディングとかバリューが上がるっていうところで言うと、生演奏にやっぱ価値上がりますよね。でテイラー・スウィフトの新しいアルバムもそうだし、ジャスティン・ビーバーの新しいアルバムもそうですが、むちゃくちゃバンドサウンドになってますよね。でこれ絶対ソフトじゃないアナログの撮り方でやったなとか、マイクの立て方とかももう綺麗に何本も立ててデジタルさながらとかじゃなくて、ちょっとノイズ乗ってもいいよねみたいな、ただ今のこの瞬間をホットにアナログで温かく撮りたいみたいなところに今度価値が出てくると思うので、よりそのバンドっていう音、バンドっていうサウンド、あとはその人間しか出せないグルーヴみたいなやつですよね。ちょっとなんかニュアンスがずれてるなとか、ずれてるっていうかずれてるですね。要はグルーヴってドンピシャグリッド線上の中に置くんではなくて、その場の空間でちょっと揺らしながら合わせていくみたいな作業の方が、価値が出てくると思うので、いい意味でね、バンドサウンドっていうところの、特にクリエイティビティな部分が、評価価値は上がっていくんだろうなと思います。はい。ただそれは間違いなくそうなんですけど、ただかなりニッチジャンルになるんですよ。だから逆説の今言っているアナログなバンドのスタイルが評価されるっていうのは間違いないんだけど、オーバーグラウンドはしないと思うんです。オーバーグラウンドしていくのはこういった AI の作曲家たちだと思うので、はい、世の中に馴染んでいくのはほぼ AI。 ただ本当に音楽が好きだとか、自分の感性をすごい研ぎ澄ませてくれるみたいなマニアックな音楽を愛してる人たちのコミュニティになっていき、ニッチジャンルになり音楽っていうのがニッチになっていきながら、そこにバンドっていうのがさらにこう評価されるみたいな、もう
どんどんストライクゾーンは狭くなっていくのは間違いないと思います。はい。だからバリューとか、そのブランディングとかって考えた時にどれだけニッチジャンルになっていけるかで、そこでのニッチジャンルでどれだけ評価されるかで、それを逆に AI 使ってオーバーグラウンドにしていくかっていう順番にしていけば、まだまだ面白いことは考えれると思いますが、そこの住み分けっていうのをビジネスマンとしてはしていかないけないかなというふうに思います。だから今からバンドやれみたいなこともちょっと違うんですよね。その AI では絶対できないところの探求追求、価値とかを理解した上で仕掛けていかないといけないね、クリエイティビティは。なので音楽業界の中でバンドが評価されるとか、グルーヴとかこう生の音を評価されるっていうところは間違いないんだけど、ニッチであるっていうことを理解しておかないといけないなというふうに思います。これはもう何年も前から分かってたことなので、僕個人の最後の意見としては、より AI 側のリテラシーを高めていきながらそっちでビジネスするか、もう諦めてニッチジャンルの音楽ラバーのところでコツコツやるかって自分の取捨選択をしないといけないのはだいたい 4,5 年前ぐらいにこういうふうに AI が発展するなっていうことが分かってきたので、僕はやっぱり音楽ラバーの方を取ってしまいました。はい。でもめちゃくちゃビジネスで AI のこと言うやんっていうことなんですけど、これあくまで情報インプットとアウトプットだけなので、僕の音楽の価値っていうのは生であり、その一瞬一瞬の判断で音が変わっていくもので、その一瞬一瞬のその人間的な感性のつながりとか、そういうところでコミュニティができてきて、音楽で人が豊かになっていくっていうことを仕掛ける側になるなと思ったので、あくまでこうデジタル AI に関してはアウトプットリテラシー勉強してるだけで、僕自身は活用めちゃくちゃするんだけど、本当に大事なものはその反対にあるな、自分はニッチな方に行っちゃうなって思いながら日々生活しております。ニッチトップ目指さないといけないですね。はい。皆さんもこれを参考に、自分はどこにどういうキャラクターで自分のポジションはどうしていけばいいかみたいな参考になれば嬉しいなと思います。はい。ということで今回は以上ですが、よいしょ、最後に今日からですね BGM を追加してみたんです、練習で。で今日はですね、ウェルカムマン、私の作品です。If You Anymore というね、ちょっとこうサンバハウスみたいな、アフロビーツみたいなやつで、インド人のツーフィステッドっていうラッパーと、あとは LA に在住でインドの方なんですけど、スビさんっていう女性の方と、コミュニケーションを取りながら作った作品になってます。はい。で BGM を自分のやつを差し込んでみて、どういう風にこうコンテンツ ID が動くのかとか、自分がアウトプットしたこうビジネスニュースに自分の BGM を入れ込んでいったらどういう風なシナジーが生まれるのかみたいな、ちょっとテストマーケティングをねしたいと思ってやってみております。ちょっとあらかじめ台本を細かく作って発信するっていうよりかは、パッと思った瞬間にパッとアウトプットしていくっていうことを割と僕は大事にしてるので、まだまだ改善の余地はあるにせよ、一旦そういうことをやっとるんだなっていうふうにご認識いただければ嬉しいなと思います。はい。ということでですね、2026年もう2025年も終わりますが、もっとコンテンツアウトプットしていかないといけないなともう日々思っております。サボらずにやりながら、そして今僕が在籍しているブラッシュミュージックっていうところもそうだし、ベイビージャムに関してもそうだし、フェスのアワーソングスに関してもそうですけど、もっとちゃんと自分の影響力を発揮して、もうみんなにシナジー効果作ってウィンウィンにしていかないといけないなと日々思う今日この頃でございました。はい。ということでね、今回は以上となります。またね、SNS とかフォロー、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ウェルカムマンでした。